達也です。本日はドル円をテーマに2024年度の展望を私個人の解釈を持って話していきたいと思います。はじめに今回の動画は昨日アップしたユーロ円の動画と同様に月足にキャンドルスティックのみを表示してプライスアクションの視点から話していこうと思います。まず昨年初頭にアップした動画のまとめがこちらになります。なお一部始終ご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼ってありますからそちらからご視聴いただけましたら幸いです。本年度の見方としましては上期早期切り返しなければですねメインのサポーティングゾーンおよび急騰前水準付近へのトライはあると考えその場合の動きが非常に重要になると考えています。具体的には安値更新後の切り返しを果たせればメインのブルトレンドへの回帰、ただしですねその場合であっても一直線に昨年度の高値トライはハードルが高いと思っています。むしろ今回時間をかけて上値をトライしていくと考えています。逆にメインのサポーティングゾーンへの明確な割り込みがあれば本年度における昨年こちらのスパイクハイ10月の高値更新はまず困難と考えています。簡潔にまとめると上期調整継続下期切り返しにせよ割り込みにせよ順次トレンドへの回帰適用というシナリオを現時点キープした上で本年度の年末にストラテジーの検証と整合をしていきたいと思っています。はじめにドル円の長期構造を簡潔に見ていきますと2011年10月安値から2020年12月安値を結んだ長期のサポーティングゾーンおよびこちらの1998年8月の高値から2015年6月高値を結んだ長期抵抗ゾーンによる大型のトライアングルが形成されており直近の2022年の3月の形成がこれの上限をブレイクすることによって昨年の10月の相場が24年ぶりの高値更新を達成するという経緯に至っています。そして昨年2023年度の相場は上期から下期にかけて上昇が見られ年末に最高値から反落がありました。この下落は2022年最高値トライが達成感による利益確定からショートポジションを集中させたことによるものという見方をとっているわけですね。ですから現段階においてこちらのドル円のトップアウトを判断するには根拠として脆弱であると考えています。ファンダメンタルズの側面から本年度は米国の利下げがすでにニュースなどで取り上げられてかつ日本では現行の金融緩和脱却の動きが徐々に鮮明化されつつあります。つまりこれら踏まえて2022年から昨年のドル高円安相場の力関係は本年度以降少なからず崩れていくといったことも視野に入れるべきと考えています。そしてより直近の相場を見ていきますと私が昨年度にアップした月足の動画で上昇リズムの変化に関して指摘させていただきました。それはこちらの3月の陰線これから3ヶ月の続伸そして7月の陰線こちらから3ヶ月の続伸が観察されたわけですが11月の次の経線つまり12月の経線は切り返しではなくて続落となったわけですね。ですからここで一旦上値追いストップの蓋然性を点灯しているわけになります。さらに先月の安値はこのようにトレンドラインを表示していますとそちらの長期抵抗ゾーンをブレイクした2022年3月の安値から昨年初頭の切り返し形成した押しに該当する経線を結んだメインの支持ライン付近であることからも割り込みも想定していますが切り返しよりも昨年末のこちらの続落を踏襲すべく割り込みの方が比較的容易と言えるでしょう。したがってこれら一連の動きをもちまして本年2024年におけるトライの参考としてはまずは昨年7月のスパイクローが示しました安値137円前半さらにこれを明確に割り込みがありましたら本年度における直近最高値更新はかなりハードルが上がるというふうに見ています。なぜならそれが実現された段階にはすでに目先の重要な支持ゾーンがブレイクダウンされて次は抵抗ゾーンとしての機能を果たすからになります。最後にまとめになります。以上の前提を加味した上ドル円の2024年度の展望としまして現時点2つのシナリオに大別されると考えています。第1シナリオとして本年早期に安値トライから切り返し再度上限シフト、第2シナリオとして上期続落そして下期これを踏襲し調整の続落ということになります。1つ目に関しましてテクニカル上の支持ライン付近であることから蓋然性としてはそこまで低くないと思っていますが2022年度からのこのような一貫した上昇こちらを加味しますとともすれば本年はやや頭が重くなることも想定しています。そして第2シナリオとしては第1シナリオよりも蓋然性が高いでしょう。
理由は戦術の通り上昇リズム及びファンダメンタルズ要因の変化、そしてポジション比率ですね。つまりショート筋のロスカットよりも、ロング筋のロスカットの方が圧倒的に発動されやすい状況にあると考えているためです。したがってドル円の2024年度における焦点は早急な切り返しの有無であると考えています。そして現在は切り返しよりも割り込みの方が比較的容易であることから、上値追いがストップされて頭の重い1年になることをメインシナリオと据え置き、本年度の年末にストラテジーの検証及び整合をしていきたいと考えています。時刻は1月の2日朝の9時前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。